こちらはカズさんの仕事部屋のドアです。もともとは和室の部屋でした。猫がですね、開けろと。開けて、ここをガリガリやるんですよ。で、破れちゃいました。ということで、今回は枠付きドア、既製品のドアですね。ペットも自由に出入りできる既製品の枠付きドアに交換します。はい。こっちが段差があります。こっちも若干の段差、1センチありますね。こっち側がフローリング張ってて、廊下側。こっちが僕の仕事部屋なんですけど、こっちは12ミリで、こっちは10ミリ。昔、カズさんが自分で張った廊下の床です。すごい床の隙間。まだ途中みたい。下手くそですね、これね。この敷居を残します。で今思ったんですけど、やっぱりこれを削って、こっちとこっちとバリアフリーにすればよかったですね。発注ミスですね、これはね。しょうがないんで、今更ですが。建具職人さんが製作した古いドアを取り外します。見た目は古いものの、中身はしっかりとしています。ここだけの話、この扉をリメイクした方が面白かったのではと思っちゃいました。戸当たりを固定していた隠し釘を抜きます。釘の頭が小さいため、小さなバールを使っています。通称江戸っ子。嫌だね。こんな立派な柱が。DIY コーダーした。化粧面に傷をつけたくないときは当て木を使います。ほら、掴んで。プライヤーはテコが効くので解体時はとても便利です。勉強になりました。つかみの置いて、こうやって抜きます。はい、次はこちらのね、抜きます。名前わかるこれ？わかんない。わからんの？なんていうの？わからん。今回はこの開口寸法に合うように特注サイズでドアを注文しました。1750。はい、こっちが1751.52ぐらいだね。これってどうやってメモリ読んだらいいの？こっからだいたい45度から見たらだいたい2ぐらいに来そうな感じするやんね。つまり大体ってこと。それか、こうやってやろうか。下から1000とか1500とか分かりやすい寸法や見やすい位置に墨をつけて、反対からも測って足し算する方法が確実です。152って見てもいいよね。あ、なるほどね。こちらは既製品の建具枠。すべてカット済みなので組み立てるだけです。これが縦枠。こっちが家紋。はい。戸が当たる部分だね。戸当たり。ここがビスを揉む場所。で、これでビスを揉んで蓋をするみたいな感じかな。はい。で、これが組み立て専用のビスが4本と、あと枠を取り付けるためのビス。既製品の建具っていうのはもう何もカットしなくていいんだけど、リフォームだとちょっと右と左で高さが違うでしょ。はい。だから隙間を作りたくないわけ。床先行後付けっていうのと、建具先行床後張りっていうのがあって、リフォームの場合は建具先行床後張りのタイプをつけることによってちょっと12ミリ床の分だけ長くなってるんだよね。現地でカットして調整することができる。だから今回は片方が2ミリだけ長いんで2ミリ長くします。長いタイプを買いました。全然意味わからんな。枠の幅が115ミリか。既製品の枠幅は壁圧で異なります。壁圧と枠幅が合わないと隙間が生じたり収まりが悪くなったりします。今回は枠幅が
既存の敷居幅と大体同じです。縦枠が敷居より出る可能性もあるので、部屋の床レベルの違いに対応できるよう、特注で縦枠を長めに発注しました。既製品は枠がプレカットされているため、リフォームでは対応できないことがあります。昔は大工が現場に合わせて縦枠をカットする仕様でした。リフォームではプレカットじゃない方が都合がいいかも。ちなみに敷居のさ、敷居が傾いとるかもわからんから、本当は敷居の傾きも計算するといいね。今回はめんどくさいでやめる。絶対払うけど。ハンドルセット。今こんなの。旗長板っていうのこれ。知らんかった。カズさんってこういうの全部開けちゃうよね、最初に。ああ。全部一気に。開けない普通。最初見た時びっくりした。全部開けるんだと思って。みんなどうしてるんだろう。大工さんってみんなそうやってやるやろ。一個一個説明読んどったらリンク合わんでしょ。下穴がこうやってね、もう開いてるんですよ。だってでこれをはめて手で回す。まずは仮止め。そして仮締め。締めない、まだ。ね。若干ずれるでさ、ちゃんと合わせながら。微調整してから本締め。これは何でもそうなんだけど、片方に力行き過ぎないように順番に締めていく感じね。だから微調整せなあかんので。ね、こっちが780だけど、こっち784あるね。うわぁ、これはしゃあないな。無垢の化粧柱は背割りがあるため直角が出ていないことがあります。逆だね。上は。こうじゃなくて、なんかこうなってる。今の建具は大工だけで完結できる調整可能な枠付き建具が主流です。施工時間の短縮や建物のズレに対応できるため、新築現場で多く採用されています。ですが、カズさん的には建具職人さんの手作りの無垢の建具が好きなようです。今回は新壁に枠付きドアをつけるので、収まりが悪く調整や工夫が必要です。真ん中をしならせて傷がつかないように枠を取り付けます。カモイや敷居が歪んでいるので少し硬い。枠を 0.5 ミリ短くして後で隙間をコーキングで埋める方が無難です。なんとかはまりました。レーザーで垂直を確認します。ねえ、どうしようか。下基準か上基準か。カモイを合わせるか、敷居を合わせるか。敷居を合わせた場合は、うわだね。
敷居合わせにして垂直にすると、鴨居から5ミリぐらい大きくずれてしまう。垂直にこだわるか、見た目を取るべきか。立て付け調整で対応できるため、見た目重視で枠を傾けて取り付ける方が楽ちん。今回は2ミリだけ枠を傾けて、見た目と垂直のバランスを取りながら取り付けました。枠調整ビスで枠材を固定します。ごめんなさい、柱。綺麗な無垢の柱にビスを打つなんて気が引けますね。次は正面から見た時の垂直を調整します。柱のひねりを考慮せずに建具を注文したため、完全な垂直にはなりませんでした。リフォームでは小さめに作って、逃げを確保して隙間を空けるのが基本。ただ、見切りやコークで埋める作業が面倒なため、ついギリギリを狙ってしまう。それに逃げてばかりの仕事だと面白くないとのこと。これさ、枠はさ立てがちだけどさ、戸当たりは立てがちじゃないのね。1705ミリ。こっちが1706。ここで大きな間違いを起こします。1704.5。皆さん、間違いに気づきましたか？最初から切っとけよ。寸法決まってんのやで。戸当たりだけ現場カットなのはなぜだろう？短すぎたら大変だ。先ほど測った長さで戸当たりをカットします。このパイプ層は大工仕事でも結構重宝します。枠の分だけ開口が狭くなりました。すごいちっちゃい。ウキウキして部屋に入ると頭をぶつけるサイズです。なんか作りが悪くなってるな。年々さ変わるよね。切り口とか塗装とか重さとか材質とかつい見てしまう癖があるようです。特に木材の質が悪くなった気がします。15年リクシブって建具のトステムなんだよね、はい。だからトステムの時代から見てるんだけど、この建具、明らかに違う。変わった。作りがいろいろとそういう企業努力してなんとか値段やっていかないとしょうがないのだから、電動出しを使ってる。そう、パキッといったらいいんだ。これ特許やな。絶対特許や。パキって言ったら完了ってこと？そう。本体を長板に組み込みます。
最後に戸当たりをつけて完成のはずでしたが、やらかしました。え？どうしたの？切り間違えマジた。え？あれ？で。待って。あれ1706って言った。あ、1716やな。あれ？いける。うわ。あ、やったな。マジで。やったな、俺。わざとですか？いや、俺、言ったよね、さっきの動画残ってた？残ってた。 1706って。言ってた。え ?1710 だったんやな。ね。俺が言い間違えたんだ。読み間違えこっちもやんな。あ、見て。た。綺麗に10ミリ空いてるね。なあ。欠陥住宅やな、これ。これお客さん家だったらどうするのってなるね。なるな。うんうわ最悪。どこで失敗したのか確認します。1704.5。1704.5。言ってるね。言ってんな。でもメモリはメモリは 14.5 だな。読み間違えたんだ。ああ。最悪だな。自分家でよかったね。うん、本当に。どうやってリカバリーすんの？もう10センチ足すわ、もう。単純に。足すしかなくね。それ切るの超大変そう。そろそろ刃を交換した方が良いかも。切り口微妙。ショックやわ。こう回して。おい。わからんやろ。わかる。わかる。わかるかな。わかる。うん。マジ？本当にバカだな、俺って。笑って許して。これ戸当たりだけ注文できんのかな？あ、できるよ。俺昔間違えたことあるもん。あ、うん。3回ぐらいある、これ。実は。戸当たりの失敗、うん、絶対大工さんね、絶対ね、何回かやってる。やるよね、でも。全ての大工さん1回はやってるわ。一応磁石でこう片方だけね。ああ、なんかぶれないようになってんだ。見て。アウト。ああ。でこれでロックできるのか。なんかこれ冷暖房すっご
ごい効率悪い。スースーだね。うん。どっちを選ぶかだよね。これでドアを引っかくことなく猫が自由に出入りできるようになりました。チャコが新しい扉を見つけました。まだ警戒しています。時間をかけてゆっくりと教えてあげます。寄りつかなくなりました。そしてついにその時が来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。